質問コーナー。ディスコードの方でいくつ結構な質問、このシーズン1で聞きたいことがある人たちに質問を投げてもらっていたんですけど、それをね、今からちょっと読み上げてもらって、それに DAO の画面と一緒に答えていこうかなという次第であります。はい。まずはちょっと日本語の質問の方からちょっと見ていこうかなと思いますね。はい。ピアノのノイズ処理や EQ の仕方が知りたいです。藤子さんのクリアなピアノサウンドの謎が知りたいです。ピアノか。はい。まずちょっともう一個ちょっと関連する質問が違う方からそういうのちょっと読みたいんですけど、最近はキースケープは使われてますか？最近どんなピアノ音源を採用していますか？僕が使っているピアノ音源結構な数あるんですけど、基本的にはこの5つか6つかなってやつがあって、ピアノテック、どこだっけこれ会社、ピアノテックと、あとはシンソジーのアイボリー2、キースケープ、ピアノテック7、シンソジーアイボリー7、あとはファルコンっていうかUVI のモダン U かレイブンズクロフト VI ラブスっていうところが作っているモダン U、 ちょっと今弾いてみますけど、軽くね、キースケープはこういういろんな音が出るけど、とりあえずこれで、アイボリーはこういう結構本物っぽい音はするけど、結構加工の余地があるタイプのピアノ音源で、モダンユーニとかに関してはもうすでにめちゃくちゃ綺麗で、ソロでも結構使えちゃうような音源になってますね、これ。で、クリーンなピアノって言われるとあれなんですけど、基本的に OTT っていう、このみんなが普通に使ってる結構バキバキになる音のプラグインをね、マルチバンドコンプレッサーをこういうね風にもう使ってるんですけど、こういう時に問題が発生するんですよ。でキースケープって結構ノイズが多いので、 OTT とかコンプレッションをかけるとこういう風に最後にノイズが入ってしまうんですね。それを防ぐために、このブラスファリというクレフグランドというところが出している謎のプラグインを使ってノイズ除去をしています。これはディープなんて言うんだろう、これラーニングっていうの、これディープラーニングですかね。なのかな。こうやってで最後のノイズだけラーニング聞かせて、こうすると見事にノイズだけ除去できるっていう結構優れものの、これほんますごいっすね。これすごいよね。これはかなりお世話になったプラグインの一つだからおすすめします。しかも安い。ブラスファリはクレフグランドでいくらだっけこれ。5000円しなかった系かな。59.99 ドル。ちょい7000円ぐらいの。基本的にね OTT はかなりやっぱ使っちゃってるのと、あとは特にアイボリーの場合は僕はもうこうやって上の方こうやって上げちゃったりするんで、曲のミックスに合わせてね、こういう風になんか邪魔なとこあるなーってとこはこうやって切ったりして、こんくらい薄くなっちゃってることも多いので、ピアノに関してはこのくらいですかね。でもキースケープは今でもたまに使ってるんで、次の質問に。EQ もちょっと聞いていいですか？ EQ 処理も。ピアノの EQ 処理は基本的にもうハイを上げること以外考えてなくて、結構僕はバリバリブースト
するタイプの人なので、ピアノって結構生音を求めてる音源とかだと、こうやってやった時にすごいこの 400Hz ぐらいかな、まあ400、500ぐらいがすごいこもりやすいので、そこを結構削るのを意識したりしてますね。いくら小さいベロシティで弾いても、まあ重なりにくいというか、低音の方もちゃんと聞こえて、こう鳴らした時に真ん中がこもりすぎないように、こう2つ外すと、こんな音になっちゃってるんで、僕は結構クリーンな音にするために、こういう EQ と OTT をかけてます。次、どうぞ。よく使ってるプリセットパックとマスタリングの際に挿してるエフェクトが知りたいです。マスタリングに必ず使っているプラグインは、まあ3つぐらいあって、だいたいこのインビジブルリミッターっていうのが最終段に刺さってるんですけど、これはまあ日本の AOM っていう会社が作ってるリミッターで、もう一つ必ず使っているのが、この T-Lux、IK マルチメディアの T-Lux のステルスリミッター、これのどっちかを選んで使ってますね。インビジブルリミッターはすごい、まあ、ヘッドルームっていうのなんていうのあれ、スレッショルドのシーリングを過ぎた時の音がすごい結構ドシャドシャというか結構潰れるタイプのやつで、ステルスリミッターの方はもうかっちり抑えてかっちり潰すみたいな感じのイメージがあるリミッターだから、そこは結構曲によって使い分けてる感じはあります。なんかダンスミュージック作ってる人に関しては結構やっぱインビジブル使ってる人がそうだね、多い気がする。結構過激にかかる印象があるんで、結構音ドシャドシャになるよね、かけすぎると。でかくなりますね。L2 に近いかな、多分結構。そうっすね、プリセットにもとか設定にもよると思いますけど、結構まああとかけてるのは多分パルサーミューは結構かけてるかな。このなんて言えばいいんだろう、まあマスタリングコンプとしてあんまり使われることは少ないかもしれないけど、結構パツパツになるコンプレッサーだから結構好きで使ってますね。これは俺も毎回使ってるっすね。おすすめ。なんかマスタリングの時のエフェクトのなんか刺す順番だったり、最終段にインビジブルリミッターは決まってるけど、最終段インビジブルリミッターでその前にパルサーミューとかでその前に OTT をかけることが多いかな。マスターは結構マルチバンドコンプでもうバリバリにしちゃうタイプの人間だから、とにかくコンプレッサーをたくさん挿したりしてることが多い。TT は何%くらいかけてるんですか？27とかかな。27？ いつもだと。アップワードもダウンワードもいじらずに 20% から 30% ぐらいかけてる。結構きつめにかけてるよね。多分ちょっと他の人より強い方かなって感じがするんですね。OTT 多分普通はなんか15以下くらいなんじゃないかなと思うっすね。俺のミックスダウンがロー寄りというかミッドがこもりだから、その真ん中の部分を抑えなきゃいけないし、まあ、全体的に結構 OTT がまとめてくれてる部分はあるから、 OTT を挿した状態で曲作ったりもしてるしね。はっきりしますからね、サウンドがさすと、まあそういう感じかな、マスタリングは。はい。プリセットパックとかあんまり使ったりはしないですか？プリセットパックは自分で作ったプリセットが一番多いけど、使うときはまあ夕日のプラグインを使うときはだいたいプリセットを使ってる気がする。Diva、Hive。でもあれなんだっけ、ファクトリーが優秀だからファクトリーのプリセットを使っちゃってるな。こうどっかが出してるプリセットパックとかをあんまり使わない。あんまりないですか？あんまりない。なるほど。次いきますか。うん。次は新しい音を作りたいとき、どんなパラメータに注目してどういじっていくかのヒントがあれば知りたいです。新しい音を作るとき、僕の音作りはシンプルにも程があるから、
音作り的に何か新しいことをまあ教えられるかどうかは微妙だけど、あれですよね。やっぱサイレンスワンでこういう風にサイレンスワンでこういう風にノイズを混ぜたりね。あとはパラメータで言うとやっぱフィルターの値は結構気を使う部分が多い気がするんですよね。こうフィルターの長さとかで結構音の印象が変わってくる部分はあると思うから。ほとんどはフレージングで音作りっぽく聞かせてる部分が多い気がする。というのが結構本音的な部分ではあるので、例えばね、このどうやってこの低音出してるんだろうって思ってたら、オクターブ下にオクターブ下に音を1個置いて、これがいい音を出してるだけだったとかね、ありがちだから。よくあるよね、こういうのでさ、どういう音使ってんだろうって言ったら本当にこれだけだったみたいなのとか。確かに結構コードがタックされてて、こうレイヤーしてるように聞こえるけど、実は一本やったみたいなこともありますからね。ある。でこのベースの部分がベースと重なって重いのが出てるっていう。まあおすすめはピアノのこれをレイヤーすることがおすすめなんだけど。ベースとしてこうピアノを使うって感じですか？これね、ピアノのなんか一番下の方のキーの音って結構低音感があって、なんかズーンっていう印象があるから、それとベースを合わせることによって、なんかこの低音しっかり出てますよ感が出る、一瞬で。なるほど。なのでこれはよく使っている低音の tips かな。なるほどですね。まあ次の質問にもつながるけど。そうですね。次の質問も見ますか。低音のミックスと音作りについて。できれば全体のミックス、特に音量バランスや EQ、コンプの処理、イメージやパンニングによる音像コントロールについてお聞きできたら嬉しいです。これがですね。俺の一番のそうですね、頭いっちゃってるパターンね。なんかの曲を開いた方がいいな。普段なんかちょっとあまりにも使ってるミキサーの音がでかすぎて、ミキサーのね、メーターに入りきらないことが多いからね。もう限界突破してるってことですよ。そう、限界突破してる。結構。これでかいわ。そして重い。原因下げたら原因これもうマスターで保ってるみたいなもんやろね。そうだね。こういう風に原因で20デシベルとか上げたり、このなんかちょっとなんて言うんだろう。これはなんなんだろうね。これはだからその目的というか、このただ単にスピーカーの音量をこう上げるとか、そういう思考には至らなかったんですか？最初の段階では。なってなかったな。こういう風にね、結構そのドラムの音とかもかなり上の方まで上がっちゃってるから、13デシベルブーストしてプラスでここでまたブーストかかってたり。DTM のなんかサイトとかブログとかミックス調べると絶対やったらあかんみたいな感じで書いてますからね。そう、絶対やってはいけないことだからこれは。やっていけないことではないんだけど、まあ別に何やってもいいんだけど、まあその推奨はされてない。
推奨されてない。なんかいろんな DTM やってる人、なんか話聞いたり見たりしましたけど、これはでも見たことないっすね。ここまで過剰にやってるのは。まだその、フェーダーが一番上に行ってるのはわかるんですけど、フェーダー一番上行ってるのに、20デシベルプラスしてるのが、よくわからない。これね。うん。聞いた感じはやっぱりそのめちゃくちゃ音量を打ち上げてる印象がね、感じないんですよ、ね。曲的にはないよね。ちなみに付け外しとかどうですか？付け外し、あ、どれぐらい上がってるかっていう。原因じゃあ。原因はいいとして、この辺かな？これか。とんでもないな、これ。エフェクト外すとこんな感じ。小さ。確かに小さいな。こうやってね、ここまで上がるから。原因19デシの UAD の方で2デシ上げてるから。普通になんかここまで上げちゃうとなんか音がこう壊れるというか、結構そうね。でもリフト原音が意外と保てるんですね。保てる。まあとりあえずこんな感じでね。そうっすね。これは本当にあれっすもんね。ちょっとやってはいけないけどやってますみたいな感じではあるから。そうですね。音量調整とかに関しては、OK。次の質問。も自信のあるジャンルの曲を作るときとても大事や、これは守るべきのことは何ですか？これはもう本当に、まあ、多分見てれば、プロジェクト見ればわかると思うけど、あれなんですよね。何も気にしないことを大事にしてます。とりあえず常識にとらわれずに、とにかく音量も上げちゃうし、フレーズも適当になんかバババって作ったやつを2つ切って重ねたりするし、逆再生もしちゃうし、なんか前これやったからやんないとかはなくて、とりあえず新しいことも取り入れるけど、とりあえずやったことあるけどこれいいからやっちゃおうみたいな発想って結構大事だと思うので、そういうところを結構大事にしてますっていう感じかな。